韓国ソウル地下鉄トンデムン駅。着いた着いた。いろんな雑多さがギュッと詰まってる観光地でもある街や。さて今日行くところはこっち。駅の出口を出たら一瞬で感じることができるドン・キホーテトンデムン店情報の過密地帯。そんなトンデムンの街をこっちはサビが今日も行く。外国人観光客が多い場所には必ずある。そう、両替所 J マネーって書かれてる。 K-POP、K フードとか最近よく言われるけど J マネーは円やで。もうちょっと円のレート良くなってくれへんかな。何これって思ってたら K ボーンね。ワンちゃんだって買い物を楽しみたい。6番出口をまっすぐ来てる。ここに入るんか。なんか感じる。噴印ジム、別名東大門。朝鮮時代のソウル、ハニャンの東の城郭門。観光地なので日本語を含めた各国の言語で説明もある。ハニャントソンの城郭を回ったら記念品もらえるイベントやってるみたい。悪いけどそのイベント胃袋を満たした後の俺に言ってくれ。 J マネーと K セブンイレブンの間を入っていく。今日のお店は駅からも近い。ほら見えてきた。南ヘの磯の香りが入ってくる。牡蠣の気配を捉えとる。ハニャンから東の城郭門を出て南ヘまでやってきたぜ。寒い冬にはもってこいの一品。着いた。早くもっこしたはー。強連パダイミルクイゴピルスや。今日のお店は南ヘグルクッパ。えらいメニュー多いけど全て各国の言語でも書いてある。トンデムン公開と言っても今日は牡蠣がメイン。海のミルクを一滴残らず絞り取る覚悟や。入店です。こちらのメニュー何よりやたら多い。なので全部は紹介できひんけど全て英語、中国語、日本語で書かれてあるのは観光客にも嬉しい配慮。ここのメインは店名にもなっているグルクッパ。他にもグルスンドゥ、グルトック、海のミルクを頭からかぶる勢い。あと一品メニューとしてはお肉系も置いてあるけどグルジョン、グルパジョン、季節メニュー。夏にはチンネンミャン、冬にはメセイグッとメセイトック。これやこれ。じゃあ注文開始や。매생이국이 하나랑요. 예, 매생이국 하나. 그루종 하나, 진로 한 변 주세요. 매생이국 하나, 굴전 하나, 진로 하나. 네네. そうメセイグの中にもしっかりと牡蠣は入っているのである。ちなみにお雑煮の方も牡蠣は入ってる。店内はかなり広く老舗の雰囲気を感じる素朴な作り。ちなみに2階もあったで来た。ふと南ヘの海を見つめてぐる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 。ナルトの渦潮のように渦の道ができてもうたでローリング。南ヘは基本的に穏やかな海っていうイメージはあるけどね。グラスを持ち上げると賑やかな店内やけどそんな喧騒の中で本日1杯目。水平線が見えた。東大風の凍てつく隙間かな。ありがとうございます。そんな時準備していただいた基本のおかずはスッチュナムル、コチュチャンガチ、カクトゥギ、そしてキムチ。俺のセンサーがまずこいつにロックオン。これ結構好きなんよ。そんなに辛くなく美味しく食べれるように作られてるところ多いやん。ここも例外ではない。これはクッパによう合うでとか言いつつもこいつにもよく合ってしまう。今日の牡蠣のフルコースに早くもテンション上がってるやん。ペロリ。じゃあお決まりのしとこか。ほぼ一口。ペロリした後は掴んでグイッとゴクリする。そしてパクリ。ペロリ、ゴクリ、パクリで流れがわかる。欲望を前面に出してしまったけどちょっと落ちた緑豆もやしも一本掴んで惜しみなくチュロリ。
指が反応。今日の俺は牡蠣センサーが搭載されてるんかも。ほら。 감사합니다. いやーん、綺麗な色。こっちのセンサーも発動する。こう見た感じだけでも牡蠣がゴロゴロ入ってる。そんな牡蠣が入ってるチヂミを惜しみなく豪快に掴んでいく。一口目やからさ、これぐらいは許されるやろ。広い海は広い心の持ち主。大きく一口。しっとりと焼かれた生地はふっくらとしていて、じゅわっと出てくる牡蠣のエキス。自然と漏れる喜びのため息。牡蠣の風味がそのまま入ってくる。すぐさま歓喜のうなずき。口の中の油気をこいつで除去。カクトゥギ。パリパリとした栄養と次の一手に進む。厚みもしっかりあるから一皿でシェアもできる。俺は独り占めしてるけど、羅針盤を手に入れた俺は牡蠣の輪郭に沿って切り分けていく。2粒のつもりが、おお、3粒。次は一緒に出てきたソースにつける。言ってみればこのソースをつけて完成された味になる。またまた大きくパクリと入れた。やっぱりソースに少しつけたことでパキッとした牡蠣の風味になる。ガマちゃんも牡蠣のエキスを味わいたいらしい。マッコリと迷ってしまうメニューやけど、口に残る油気も流し込んでいく。鉄壁から黙々が見える。冬限定メニューのこいつ、ゆらゆらしてる。一緒に泳ぎたくてメガネ取ってもらった。これが目線いく冬限定メニュー。見た感じ牡蠣もゴロッと結構入ってんねんけど、目線芋トゥッペギいっぱいに広がってる。牡蠣と一緒に目線芋引き上げる。おお、目の前まで来ると一本一本細くとろっとした感触が伝わってくる。これは相当熱いから入念に夫婦。久々の上下夫婦もプラスしていく。磯の香りを鼻だけではなく口にもプリーズ。一口。無人島に迎えの船が来た。今の俺はノーエルプやトゥロガセよ。海の香りをそのまま凝縮したかのような深い緑色の中には牡蠣のエキスとミックスされた何とも言い難い清涼感。無人島に来てもうた。磯の香りだけが残る。もっといっぱいちょうだい。焦るとつるっと避けていくツンデレ目線いちゃん。よし来た。これ久々に帽子脱いでんけど、まだ短いからこれでもつけておいたろかな。そんなくだらんコメントも気にせずパクリ。そんな時俺は思い出す目線についての格言を。憎い婿には目線を出す。そんなんあったよね。見た目は穏やかやけどかなり高温やからやけどさせるみたいな。俺は熱々は大丈夫やけど手に目線維が1本。はははは、お母様手につけても俺は大丈夫なのです。さっき結構熱かったけど。もちろん牡蠣もさっきもちょこっと触れたけど、目線維に隠れて見えにくいがトゥッペギの中にはプリッと大粒の牡蠣が10粒以上は入ってる。冬はこの店ではこれ一択よ。食べてると体も温まってくるし、脱ごうかな思ってそれはやりすぎやからやめた。完全なる牡蠣のフルコース。こっちもふっくら大きいよね。ああ、そうか。これは自分で切っていくキムチよね。トングとハサミ。こういう自分で切っていくキムチはそれだけでウキウキしてしまう。家でポギキムチ切るときは事件現場みたいになってしまうけど、こういうところではお上品に。最後ちょっとこういう部分は手でいきたくなってしまう。繊維の流れを読んでここやな。手で裂いた方がうまかったりするしね。それを上に田舎のおばあちゃんか。ちょうど一口サイズのグルジョン。やはりキムチは万能食材。チヂミの油と牡蠣の風味、そしてそこに加わるキムチの酸味と塩気。知って
てる味が一番怖い。これ交互に食べてしまう。つるん、あれつるんじゃないのよ。憎い婿には食べさせることもさせない。そんな格言もできそうなほど逃げるメセイン。実は逃げるのはスプーンだけではなく、口に入れてもすぐ逃げる。スッと消えんのよ。香りと舌触りだけを残して。あれ、ずっと視線感じる。気がついたら周り写真だらけ。上にも社長さんかな。お茶目が過ぎるやん。てか後ろにも。俺も黄色い服着てきたらおもろかったのに失敗したな。いや、キルビルみたいにしてるか。再びの書き。なんか後ろに社長さんおる思たら言葉に気ぃつけなあかんようなってもうたな。おしとやかにパクリ。次はこいつの出番。格闘技。ちょっとこいつまで俺から逃げるようになってしまってるやんか。そいつも上から乗せて持ち上げる。わざと大きく切っておいたんよ。メセンイグにしてもこのグルジョンにしても全体的に濃い味付けにされてない。刺激の少ない味でおかずと自由にコラボできる。だからこいつも今日出されたおかずで一番のお気に入り。唐辛子を半分に。俺も大きめがいい。もう一本も。それも再びグルジョンの上に。すでに食べたかのような優越感。これ絶対合うから。おい、デビューシングルは東大門の片思いです。今日に見られてばっかりやないか。気を取り直して牡蠣と一緒に。こいつもジョンで包むように口に入れていく。やっぱりこのしょっぱさとよう合うんやから。気づいたらグラスには継がれている。牡蠣の旨味が唐辛子のピリッとさで引き締まった瞬間。グイッ。じゃあ次の試客オープン。ご飯クッパやからね。ご飯はついてくるんやけど、まず入れずにスプーンに一口サイズを作っていく。ここは丁寧。まあ一口というのは人それぞれ。そこに目線を上から乗せる。ザッパン。あら、波の音も聞こえたわ。小波もザッパン。これは美しい。見とれてまう。片思いの真骨頂。そいつも一口でパク。シンプルやのに奥深い味がご飯と混ざる。ご飯には格闘技も必須。2段重ねて口に入れる。もう一回同じく一口サイズで。やはり一口サイズは個人差もある。定位置に。そこに牡蠣から静かに。オンご飯。割れるはずはない。目線を布団代わりに。オンご飯。完璧や。スプーンの上の南辺にはキムチも必要。上からトッピングさせる。何回も言うけど一口サイズ。不安な気持ちは波の音にかき消される。完全な食事になる。胃袋の奥で満足感がドンと弾けた。まだ片思い継続中みたいやけど、ここだけは強がり言わせて。俺はご飯の後のスープを飲みたかったんや。この清涼感のあるスープをね。次はこいつや。クッパの最終形態。お茶碗から一気にドボン。しっかりとご飯粒をほどいてやる。これはもう海のシルクと呼んでもいい代物。しっかりと空気も読んで牡蠣もちゃんとついてきた。ここに来てやっと気持ちがつながってくる。スルリと入っていくご飯たち。一粒一粒に目線が絡まり、緑の海が完成。さらにアクセントにもなるキムチも投入。そしてガマちゃんが傾く。この目線グはペジャンにもなる。だからかな、朝5時からやってるって見た気がすんねんけど、どっかでしこたま飲んで朝5時に来たろかな。このビジュアルよ。もともとのスープがそこまでしつこさがない味やから、あっさりしてるのにご飯を入れるとボリューム感まで出てくる。抜け目がない一杯でもある。このお店で一人で食べてる人も多いし、旅行で東大門に来る方も多いと思う。何より朝5時からやってるんやろ。朝ごはんにも最適。特に冬にはこの限定メニュー。おすすめはこの唐辛子をのせて。深緑の海に浮かぶ情熱の赤い島。優しいだけじゃ物足りない。そんな俺のわがままをこの一さじが完璧に受け止めてくれるはず。下手は引っかかるから受け止めきられへんかったけど、止まらん。
さっきから俺は遭難信号を出し続けている。このグルジョンもベストチョイス。クッパとの相性も意外にええのよ。渡し船に乗って行ったり来たり。久々に帽子脱いだからかな、情熱が溢れ出てるわ。あれ、いつの間にこんなんになったんや。情熱は器を空にしていく。こいつが最後の一切れ。最後はソースで今季の冬の牡蠣のフルコース三昧、グルジョンのフィニッシュ。一皿で大きな満足を味わえる一品やった。うまかった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。東大門から出て南辺まで俺を追いかけてきたガマちゃんだから、最後の一滴まで。芸能人のサインとかで壁が埋め尽くされてる店とかあるけど、社長さんの写真で壁はいっぱい。見えてるここだけじゃないからね。じゃあ社長さんにもごちそうさまと挨拶して、本日最後の一杯。残されたトゥッペギの中にはマッチャンゴのご褒美。トゥッペギいっぱいの中には大きな幸せが詰まってる。ここでもそれを感じてしまった。目線芋たっぷり入って体が温まる。ここで温めていかんと外は極寒やからね。最後はトゥッペギ90度で完食。ここにあった牡蠣はすべてソウルトンデムンへと移住しました。トンデムン駅から徒歩2分ほどの距離にあるグルクッパのお店。冬限定の目線イグ、これは試す価値あり。目線芋たっぷり牡蠣もゴロゴロ、海のミルクで栄養も満点。いやー、大満足や。帰り際怪しい路地を発見。ん？乗ればんと思ったら乗りばんやって。何する店？スナックっぽい店かなんか。怪しすぎる。やばいぞ。触れてはならない社会の闇に触れたんちゃうかな。数日後動画消してたら察してください。俺は東大門にいますので探さないでください。ぴょんってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだ。